次行こうパン。次のパン、もうパン入ってないな。高2ぐらいから付き合ってるのかな。もう40年一緒にいますね。もう山あり谷ありです。45歳ぐらいの時にスタートしましたね。料理もやったことないのにそんな無理やろって散々言われたんですけど。嫌なやつ。言っちゃった。夫婦は忍耐はそれですよ。おはようございます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず朝一は高見倉っていう山があるんですけど、すぐ近くにね、そこに毎朝ルーティンのように登ってるんで、よかったらぜひ一緒に行きましょうか。はい、はい。ありがとうございます。逃げとか。オレオっていうんです。オレオ。うん。ビスケットで黒いビスケットでオレオってあるでしょ。そこから取りました。これはね、スタンダードプードルって言いますね。うん、落ち着いた。行こうか。山行こうか。気持ちいい。すごいですね、これ。毎日。うん、毎日。この山も304メートル。自分もバイクレースにまだに出てるんでね。それの体力作りも兼ねて。うん。これは水飲む。自営業やから健康が一番大事じゃないですか。もう全部自分が通れたら全て狂ってしまうから大事にしてますね。この夏で58になりますね。この家を建てた時が29歳の時に建てたんですけど、その頃から実は何かやりたいなっていうのはずっとあって、でいつかっていつまで言ってんねやろうなって思い始めたのが40歳ぐらい、このままの仕事でいいんかなとかね。その前はね、運送業をやってて、いつまでもできへんような仕事やったんで、体力的にも。いつか庭で何か飲食やりたいなっていうことで、45歳ぐらいの時にスタートしましたね。みんな定年とかあるじゃないですか。その自分の引退をもう自分で決めれるような、そういうなんかのんびりとしたなんか生活がしたくて。
なんか専門店をやりたかったんですね。何かに特化したもの、やっぱり一番好きなハンバーガーやなと思って、食べて好きやから、でもハンバーガーやろうと。でハンバーガーを仕事にすんねやったらもうバンズから焼こうと。肉も自分で調合してソースも一から作ろうと。もう理想ばっかりこう掲げてね、パン作りなんかやったこともないのに、そんな感じでスタートしましたね。おはようございます。そこが頂上なんですけど。毎日のルーティンでなんかここに登ることで一日のスイッチが入るというか、さあ今日も頑張ろうかみたいな感じですね。嬉しいわ、会えて。じゃあね、バイバイ。バイバイ。ありがとうございます。いつもすみません。はい。バイバイ。今から仕込みですね。さっき登った山、あれですよ。あちらに登ってたんですね。頂上ですね。いつもこのスタイルですか？なんかいつもこんな感じですね。もう粉まみれになったりするから。こんな感じです。よろしくお願いします。はい、お願いします。これバンズですね。バンズの仕込みです。ちょっとそのイースト菌が元気に働いてもらわなあかんから、ちょっと今日なんか朝気温低めやから感覚ですけどね、一番苦労したのはね、バンズですね。もうイースト菌って何みたいなところから入ったから何の知識もない。でもこれを仕事にするんやったらバンズぐらい自分で焼かんと自信持って出されへんなと思って、理想だけ大きく掲げて、もう家内にも最初は「あんた料理もやったことないのにそんな無理やろ」って散々言われたんですけど、やったらええやんみたいな、覚えたらええやんっていう感じでやりだしたんですけど、パンを舐めてましたね。バンズをめっちゃ難しいなと思って、気温によってもすごいムラが出るし、うわ難しいと思ってえらいもん手出してもたなと思って、もうその頃にはもう機材全部揃えてしまってたんで、後には引かれへんからもうやるっていう感じですね。
生地軽めですね。ハンバーガーにする前にオーブンで軽く予熱しといて、パテが焼き上がるタイミングで20秒ぐらい入れてパリッとちょっと表面を焦がす感じですね。ハンバーガー最初食べる時にファーストコンタクトがサクッと歯触りがいいっていう、そこをめっちゃ大事にしてますね。もうそれもなんか我流何回もこんなんもう試作で作ったけど、あ、これがええなっていう仕上がりが見つけていった感じ。油脂はもうラード使ってますね。添加物が入った油とかはちょっとあんまり使いたくないから、子供さんとかもよく来られるんでね、できるだけ体にいいものを作りたいなと思って。この時点でいいバランスできるなーって分かりますね。今日はいい感じのバンズができますね。これは油にニンニクの香りをのせてる状態ですね。これはちょっといろいろスパイスとか調合したものを入れてますね。香草とかいろいろ入ってるんで、バジルとか、七味とかニンニクとかいろいろ入ってますね。お疲れ様。でも大丈夫でした。お疲れ様です。山登り気持ちよかったです。ね。ちょっと飾りにテイクアウトのこんな感じにかけてみて、それでお持ち帰りテイクアウト入れて。奥様もずっと一緒にお店は？そうですね。もう最初これをやり出すって言った時はもうめっちゃ反対されて、前やってた運送業辞めて、そこから準備しだしたから不安やったやろうし、すごい心配をかけたと思うね。でもやりだしたらしっかりサポートしてくれて支えてくれてますよ。自分がこう目の行き届かんところをこうサポートしてくれてる感じですね。感謝してます。寝る時はいつもありがとう言うて寝てます高2ぐらいから付き合ってんのかな。結婚したのが8年後やから32年結婚して、もう40年一緒にいますね。一番大きな分岐点やったかなっていう感じですね。もう山あり谷ありです。いろいろありましたね。大学生の子供と高校生の子供はね、やっぱり一番お金のかかる時で、家のローンもあるし、なんで辞めてきたみたいな感じでもうね聞かないんですよ。するって言ったらする、買うって言ったら買う、欲しいって言ったら欲しいだからまあ反対してもするやろなとは
思ってましたけど、何もできない人だったんで、なんか飲食っていうのがもうイメージなかったので、でもまあまあ自分で修行も行ってするって決めた以上はね、頑張ってくれたんで今は良かったのかな。嫌なやつ。嫌なやつ言っちゃった。これチリソースが出来上がったから、チリソースを一旦冷凍とか冷蔵で寝かせる。ハンバーガーにも使うし、ピザにも使う自家製のソース。その辺に売っているマヨネーズちょろちょろ、ケチャップちょろちょろ、マスタードヘロヘロ、はいどうぞではね、仕事とは言えへんと自分は思うから。プリンもめっちゃ好きで、特殊なチーズ入れてますね。内緒やねんけど、ほんまは内緒やねんけどな。お前ようけバンズ食べれるんやけどね。これをね80度まで一旦上げて殺菌するっていう感じで、ちょっと自分は紅茶が入ったプリンが好きやから、アールグレイの香りをつける。食べた時に香るアールグレイの香りと味もちょっと紅茶っぽい感じと、めっちゃ美味しい。TK 行ったら絶対プリン買うねんけど、あったなみたいな感じだった。期間限定にしてるので待ってはる人もいらっしゃいますので、9月から6月ぐらいまで。より苦くなるように苦味がちょっと強い方が好きやから、もう直接バーナーで炙ってる。ブリュレなんかする時みたいなあんな感じだね。もうこれをやり始めて、なんかスイーツもいるよなってなった時に、自分がやっぱり好きなものを作ろうと思って、ああプリンやなって、もうそれすぐ出てきたね。プリンちょっと極めようかみたいな。もうそんな自信のあるものしか出されへんから、まあまあ美味しいなぐらいじゃもう出さへん。ラップでアク取れるって知ってた？ラップをこうやって表面に入れてあげたらアク取れんねん、簡単に。
この生地の出来上がりの温度とか別に測ってないけど、もう触った感じで、ああこれはいいのできるなっていう感じ。音が可愛いね。音が可愛いね。いいですよね。発酵機に入れたままでそうやね。ちょっとずつ取って、場所がもう狭いから、もうとにかくどうやったら一番効率ええんかなみたいな。もう窯の近くにこんなホイールがあった方がどうせもええねんけど、もうそれどうしても無理やったから。いやもう最初入り口がもう舐めてたから、何の知識もないくせにできるやろみたいな感じでスタートがそんなんやったから、もう打ちのめされたね、ほんまに。めっちゃ難しいやんと思って。最初こんなん膨らんでこうへんかったり、べちゃーっとなったまんまやったり、バンズになれへんかったから、一番苦労したもん、バンズ。自分のおっしゃって気に入ったっていうバンズになるまでに2年かかったっていう感じ。なんかそんな気に入らんもんはちょっと出されへんから、パンがね、そこが難しいね。生き物やから。最初はね、パンも自分も満足できてなかったみたいやし、パテもうまい具合には最初いかなかったし、だから最初の頃はもうほんと夜な夜な四苦八苦してましたね。でもまあ今は本当にお客様がすごい喜んでくれるのでよかったかなとは思ってるんですけどね、本人一番楽しい言ってるので、まあそれが一番の楽しいって言ってるのが結果でしょうね、あの人の12年経っての。これは合いびき使ってますね。粗挽きで。合いびきはね、7が牛、で3がポーク。もう均等にしたいから、これだけの量を手ごねしようと思ったらなかなか均等にならへんと思うし、適度な粘りも出るし、あんまりやりすぎたらかまぼこみたいになってまうから、やりすぎもあかんし、とにかく全部手探り。2個のこととかいろいろこうアドバイスくれた師匠はね、すぐ近くに大福っていう精肉屋さんがあるんやけどね、でパンのことについては春夏秋冬の社長にもお世話になって、でもほんまにすごいお世話になって、そのお二人には特に。ちょっとプリンがね焼き上がったからプリン出しますね。お、完璧や。いい感じ。このままちょっと粗熱を取って、俺パンするからこれ雇ってくれる？これがね、ちょっとハラミ肉をパテに混ぜたプレミアムなパテをこれからやろうと思ってる。
多いっすうん、ね。もうこれめっちゃ美味しい。出る予定。そう、これからそうかなっていう感じ。ひっついてるのでちょっと温めて溶かして剥がれやすいように。アルミの板と。食べる？1回にこれ仕込むのは85枚ぐらいかな。うん、それぐらいかな。両方取らなあかんね。ここでちゃんとしないと焼いてる時にね割れちゃうんですよ。はい。これはもうね、最初の形成、これで形決めて80分自分の好みのバンズの大きさまで発酵させて焼き入れ。奥様はもともとはお見せするの反対だったんですか？そうなんです、そうなんです。ある日突然このコンテナがクレーンで朝一やってくるんですよ。おはようございます。はい、おはよう。ます。どういう心境だったんですか？みたいな。パパあれ何？え、味噌汁言うたやろみたいな。言うたよ。言うたやん。夫婦は忍耐はそれですよ。やんのみたいな。知らんからって肉してるもんな。ねえ、ほんまに支えてくれて、ほんまにありがたい。まねやっぱり夫婦一緒に働くとなんやかんやね家の中までその揉め事が起きちゃうのでそれも嫌だったんでだから最初は私はもう仕事行きながらちょっと手伝うみたいな感じでそこからもうがっつり入るようになったのは？入ったのは年のせいもあるんですけど更年期もうなんていうか仕事行っててもしんどくてそれとね愛犬の17年生きたんですプードルが亡くなってでちょっとペットロスになってでペットロスとその更年期が一緒になってもうバランスが夜も寝れないしでもう仕事行ってても迷惑かかるのでそうやったらもうここでちょっとお手伝いしながらゆっくりしようかなって思ってそれで今ですはい、はい、ちょっとバタバタしてますけど精神的にはこういう感じの方が前の子のことをね、ずいっと思ってメソメソするのはちょっとずつ減ってきましたね。オレオも来たし、はい。これね呼び鈴です。メニュー決まったら鳴らしてくださいねって。はい。来たら多分マスターの趣味やと思うんですけど、バイクとかね自転車好きやから鳴らしてもらったらなんかみんな爆笑してます。おはよう、愛花ちゃんです。おはようございます。
看板娘なので。はい。看板娘。はい。愛花さん何を担当されるんですか？ホールしてます。いっこさんと一緒に。はい、お母さんと。親子で。あともう営業が11時からやから、もう仕込みもちゃんと11時までに終わって、あとはもうゆっくりやね。マスター、ポテトをちょっと揚げていきましょう。そう、お母ちゃんがいっぱいいるの。いやもうね、ほんまに皆さんがおるからこうやってやっていけるわけで、お客さんがね、なんか神様みたいなことを言う人おるけど、今はもうスタッフが神様やと思ってるね。ね、もうこんなん一人でなんか絶対できへんし、何にもできへん、一人やったら。だからこうやって追ってくれるから、支えてくれるから、こうやって好き勝手やれるわけで、いつも寝るときに、いつもありがとうって寝てんねんで。知らんやろけど。知らんかった。感じてない。知らんかった。ジンジャーエール。で俺はホットコーヒー。はい。ありがとうございます。上で一旦保温しといて、で下で焦げ目をつけるって感じですか。そこも400度だからめっちゃ高温やからね。あ、お二人か。お待たせしました。高見倉バーガーです。こう上から上と下でガッてしていただいて、もうガブッとアメリカンに行っちゃってください。ちょっとグビグビだとめっちゃ潰れてるだ。バラバラになってる。やっぱりうまいです。はい、大丈夫です。
朝登ったのが。あれが相模湖だね。もう地元のシンボルの山やから、そこから名前をもらってメニューにしてんねんけどね。鉄板出しといて。あ、ここ見てます。野菜あげる。はい。それがもう自分が作ってるバジルオイル。卵とベーコン。はい。ギチギチでしょ。逆に狭いからあんまり移動せんでもええねんね。この中でももうすれ違う時はもうこんな立ち。取ります、取ります。お待たせいたしました。ピザになります。卵出してから。これ時間もらってる。持ち帰りの後で。はい。はい。カリカラバーガーで、はい、ありがとうございます。以上で、はい、ありがとうございます。3個だ。はい。次行こうパン。8番ね、いきます。はい、チーズバーガーです。お待たせしました。はい、どうぞ。うまそう。いただきます。うまい。最高です。今日はもうここのお肉が大好きで、もう肉々しい。うん、肉々しいし、パンもさっくりしてて、やっぱり肉を食べてる感じがすごい、がっつりして美味しいです。高見倉を登ってそのまま来ました。外で食べるのがすごい好きで、このお庭も綺麗なのでここで食べたいなっていうので、いつも来てます。
いい場所ですよ。お願いします。11了解です。もう本当に手作りで作ってるっていう感じ。なんかバンズがすごい好きです。ちょっと軽い感じがしますね。なんかサクって感じは。そうでもテラス席もあるので、うんうん、気持ちいいですよね。今の時期ほんま最高やね。ワンちゃんとかも連れてこれるんで。そうそう、ワンちゃんもね今来てるように、ワンちゃんもいっぱい庭中ゴールデンレトリバーばっかりになる時もありますよ。すごいな、怒涛ですね。これね、サバイバルゲームのところのお客様から土曜日曜ねご注文いただいてるんです。でそれのフィールドがすぐここに近くにあって、あの山の向こうにあって、そこからの注文がいつも大量に。そうまだ今日は少ない方。少ない。もう40個とかあるからね。でもありがたいね。あ、パンいけなあかん。全然大丈夫。すいません。パンです。はい、後ろ通ります。可愛いでしょ。プリンプリン。卵ボールの覚え方みたいです。めっちゃ可愛い。今まで人生の中でね、何かを掘り下げたりとか極めたことがなかったんですよ。バイクは好きでずっと若い頃から乗ってるけど、別にプロでもないし、なんか何でも中途半端やなっていう、でそういうところが嫌やなって自分で思ってて、でこれをやりだした時に、これを極めようと思ってやりだしたのがやりだした。いよいよその年になってようやく真剣に真摯に向き合ってるっていう感じです。休みと今度はその能登のボランティアですか。そうそうそう。お店の雰囲気もええし、マスターもええ人やし、当然今日も高めクラバーがいただいたけど、むっちゃうまかったです。はい。ありがとうございます。マスターごちそうさん。また来ます。もう中任せる時はもうお客さんと喋ったりとかしてる。他府県からも結構来られるから、わざわざ会いにね。いらっしゃい。わあ、かわいい。お帰り。どうぞ。バーバーバー。チーズバーガーでございます。ありがとうございました。ママ、ピザ食べたい。お客さんの
年層は結構幅が広いですね。ご夫婦がピザ食べに来てくれたりとか、若いカップルの子とかね。でもオープンした当初はね、やっぱこのアメリカンな雰囲気やから、ハーレー乗りの人が10代20代っていう団体さんが来て、ここはもうバイカーさんしか行ったらダメなんですかとか問い合わせがあったりとか、今はもうすごい平均してて、ファミリー層の方が多いですかね。いつもこんな感じです。お待たせしました。チーズバーガーです。はい、ありがとうございます。いらっしゃいませ。中どうぞ。いらっしゃいませ。おお、びっくりした。すみません、お待たせいたしました。お先にコーラとジンジャーエールでございます。しっかり焼けたやつね、ちょうだい。これでいい？焼けとった。じゃあ何個いこう。はいか、ごめん、これ。ありがとうございます。ありがとうございます。気をつけて。これやな。ごちそうさまでした。ありがとうございます。スイーツバーガーです。冷たいね。持って行ってもらっていいかな。けども一緒の。食べれてないやん。注文とまかないです。今日のまかないは高見倉バーガー。はい、お昼してよ。いただきます。どうぞ。高見倉バーガーが一番人気ですか？取材をね、よく受けるのは高見倉がやっぱり取材を受けますね。100g のパテが2枚入ってて、で卵とかベーコンとかでチーズが2枚、あとレタス、トマト。それよりももっとすごいのが、それが2つぐらい重なったバーガーっていうのがあるんですけど、400g 入ってて、いろんな具材がさらに盛りだくさんで。今からバーガー作りますね。すいません、バーガーです。めっちゃすごいの来た。すごいな。うまそう。美味しそう。こうじゃない。ここして広げるから。スタート。自分の昼飯。マスター、豆腐。豆腐なんですか？大好きで、これも昼ご飯。みんなバーガーですけど。もうね、
そんなんは月に1回ぐらいしか食べないです、豆腐とか大豆系とかのタンパク質中心にファスティングやってるんでね、プロテインを朝と夜飲んで、ご飯は普通に昼と夜と食べて、でこう維持してるって感じ。ピザっぽい。美味しそう。ええやん、うまいことできとる。うまいうまい。可愛い。いただきます。めっちゃ美味しいです。はい、さっきコーラですね。はーいはい、どうぞ。はい、お疲れ様です。とりあえずツーリング始めるときに当てなかったらまあここ行っとこかみたいな、なんかそんな感じのとこではあるような感じですね。はい。余るわ。表面のパリパリ具合と中のしっとり具合の差よ、すごいよね。今から何を作られこれねるんですか？スイーツピザって言ってリンゴのちょっとスイーツピザを作ろうと思って、家内にこんな形にしたらってアドバイスもらって、ここだけを目指して東京から来てくれるってすごいことやね。はい。バイクすごいと思った。マスターブルーでお願いします。はーい。これでちょっと3分ぐらい冷凍庫に。ツーリング終わった後に最後ここでコーヒー飲んではい解散っておのおの帰ったりする、無事ツーリング終わったね、ご苦労さんってみんなでコーヒー飲むような場所ですね。ここのね立地はねめっちゃ田舎なんやけど、実は花田インターとか姫路東インターとか山陽道加古川北インターとか姫路バイパスとか大体ねどれも10分圏内なんですよ。そこの中心にある感じだからアクセスがめっちゃいい。でこの道が神戸までストーンとつながってるんで65号線が姫路から神戸までもうめっちゃ行き来もしやすいし、田舎なんやけどすごいなんか店の名前何にしようなってなった時に家内が「パパルート66とかあんなアメリカンな感じで好きちゃうの?」って言われて、せっかく前の道がルート65号線なんやから店の名前ルート65でええんちゃうんって家内が言って、それで行こうって。ありがとうございました。マスタ
ーのいいとこはなんか本当いっぱいあるんですけど、みんなのこと本当によく言って、なんか悪口とか人のこと悪い一切も聞いたことなくて、あの人はこういうとこいいもんな、あの人こう言ってって、あの人こう褒めてたでとか、なんかもうすごいみんなをこうあったかい気持ちさせてくれる人だけがなんかすごい大ファンですみんなマスターのファンだと思うんですよね。来たらまた会いたいなとか来たいなっていう元気もらえる場所です元気でそのままで80、100までいっぱい美味しいの作ってください奥様から見たご主人ってどんな方なんですか？難しいな、一番難しいな。自由人それがお客様にとってもあの人の魅力かもしれない。マスターのようになりたいわって言ってる方が多いので、自由に好きなことをしてるっていうのがあの人の魅力かもしれないですね。家族としては大変ですけど魅力はね、もうマスター見てもらったら分かりますし、食べてもらったら分かります。愛情いっぱいこもってますので、来ていただいたら多分皆さん笑顔で帰っていただけると思うので、いらしてください自分の分身ですね。命やな。やっと見つけた自分にとって掘り下げれるもの、ようやく見つけたなっていう感じ。夢と仕事が一致して自分らしく生きる人、毎日楽しく元気に過ごせたらいいな。大好きな場所ですね。全粒粉だから体にいいんですよ。どこに行ってもないパンですね。大満足です。もう2人でここの店をやってます。奥さんが乳製品がダメで、僕が卵が食べれない。乳製品と卵不使用のパンを作ってるんで。ありがとうございます。また来てください。ありがとう。これが石臼引きの生地です。こっちとこは乳製品と卵不使用のパンを作ってるんで、奥さんが乳製品がダメで、僕が卵が食べれないっていうアレルギーになってしまったっていうことで、最初のうちはパンに入ってる分ぐらいやったら大丈夫やったんですけど、だんだんとパンに少しでも入ってたらもう体に反応が出るようになって、卵なしでも作れるパンをと思っていろいろ試行錯誤しながらやっぱ5年かかってやってたんですけど。
朝のコーヒーを今から入れて飲みます。こんな感じの黒豆を真っ黒に焼いてしまったっていう。鹿肉を冷凍で持ってきてもらってるんですけど、塩コショウと前の日に一晩ローズマリーに粉つけてで寝かしてやるってやつですね。うちところのパンはもうバターを使ってないから、その代わりにこのココナッツオイルを使ってパンを焼いています。でこれココナッツオイルの特徴なんですけど、温度が下がるとすぐこうやって白くなったらちょっとオーブンのところに入れておいてあげると柔らかくなるんで。室温が23度以下とかになるとココナッツオイルがすぐ固まって白く固まってしまうから、少しオーブンで温めながらゆっくり混ぜてやるっていう、そのココナッツオイルの癖さえ分かってしまえばどれに使っても美味しくできます。これはこちらの
これはプレッツェルみたいな。そうですそうです。形はそうやけど、もうこれはもうこのまんま塩振って焼くだけで。プレッツェルっぽい感じ。ぽい感じですね。ぽい。うん、そんな感じ。でもプレッツェルじゃないしなって思って、名前はちかちゃんが全部考えてくれてるんやけど、ほとんどプレッツェルって言うっていう意味合いがあるみたいなことが書いてあって、でだから旧漢字で言うっていう字を使ってて。奥様とお二人で。はい。もう二人でここの店をやってます。お店で接客をやってくれるのと、あとスープ作りは奥さんに全部任せてやってます。この店のレイアウトとかそういったものとか全部ちかちゃんですね。僕はひたすらパン作ってるだけで、方向性とか舵を切ってくれるのはちかちゃんかなって。ほんま好きなことしかやってないって。これも結構この真っ暗なとこから明るくなってくるところも好きで、でも夏場なんかやったらもう戸とか開けといたらもうすごく気持ちよくて、こっち来て思ったのが、この建物のせいかもわからないけど酵母がすごく元気になる。湿気とかそういうのもうまく吸収してくれるのが、なんか酵母がすごく元気になって、あとパンの廊下がもう明らかに大阪でやってる時よりも気持ちするし、長くいけるっていう。やっぱこの空気が好きやな。うん、いいね。ちょっと変わってきて明るくなってきて、もう時間とともに色もやし、その空気の味が変わるっていうか、その香りが変わるっていうか、それがまたすごく楽しい。朝がやってきたって感じですね。どんなのがいいだろう。これが昨日作ったのなんです。これに合う野菜を冷蔵庫見て何しようって毎日決めてから始める。今日はこんな感じです。がやっぱり美味しいからが理由。美味しいし体に負担がないし、なんか食べててもちろん本当に元気になるし、だけどオーガニックやからって美味しくないものは絶対食べない。だからやっぱ体が喜ぶものは選択して選択し続けたから、いいものが見た分かるようになってきた。なんかこれ美味しそうやなとか、これが土鍋。いい土鍋、忠作さんっていう方の土鍋なんですけど、お野菜焼くのでもすごく短時間で美味しくなるし、しっかり火が通る分多分濃厚になるっていう。でももう焼くだけなんですけど。ココナッツオイル、有機のなんかこの釜がやっぱり万能で、そしてここから1時間ぐらいをめどに。
すみません、お茶どうぞ。お二人です。あ、これコスマですね。作ってる方の森谷さんって方なんですけど、塩を入れて、はい。であと白米は白米で美味しいと思うんですけど、でもこれに慣れてしまうと白米がちょっと物足らんなってなってしまって、もう僕らはこればっかり食べてるっていう感じですね。だから私らね、食べるもんは全部エネルギーがないと嫌なんですよ。なんか分からんけど体がニッとする、顔がニッとするような、もうそれがエネルギーやんな、っていうか、そういうこと、僕らが言ってるのはそういうことであって。もう野菜が焼けてきてるから先スープ。今日はこんな感じで、あとは火にかけます。体調が優れなくて食べ物が食べれないって人がこのスープだけ食べれたわとかそういうことを言われると、ああやっぱりなんかもうやっててよかったなと思います。皆さんの血行が良くなり血が流れるようにっていう思いを入れてこれを作っている。だからそれを感じ取ってくれはる人がいてるってことですね。それがすごい最近嬉しい。魔法のスープ。なんかスープ入れてる姿が魔女っぽいなって言われて、そうかと思って、魔女やったら魔法ってつけてもいいかと思ってつけたんです。黒豆のあんこですね。2種類作られてるんですか？はい。桜も作ってるんで、今の時期は3種類のあんこを作ってます。ココナッツオイルです。
これが原爆って言われてるやつなんですけど、でこの原爆を中に放り込みます。で出てきたやつがこんな感じので、これではまだまだ粗いので、これをふるいにかけて、それを多い時で5、6回その襖の部分をさっき言ってた煮込んだやつが、でこれをしっかり水分を飛ばしてある程度なくなった状態で乾燥させて、でその出来上がったやつがこんな感じにして、中風味をよく香りを出す。襖だけでそんなもん30時間ぐらいでできると思う。ちょっと黒糖みたいな甘みもあるし、でもやっぱり体に負担がないんやと思うんですよ。普通のお砂糖ってやっぱり体を冷やしたりとかそういうのがあると思うんだけど、食べてて負担がない体に、もう私たちお年寄りなので体に負担のないものをなるべく取るっていうのを、これは小豆島のお醤油です。とりあえず白菜です。春菊くんは兵庫県の中司ファームさんっていうところで小麦粉も買わしてもらってるところで有機野菜作ってはるんですけど、私たちの周りには農家さんが本当に多くて、それもすごいこだわってる。私は思うにはもうちょっと変態が入ってる感じのものづくりの変態ですね。でも私はやっぱりそういう人たちがすごく好きで、はい、これから。ココナッツのちょっと甘くもなるし。裏は本当にちょっと。
感じです。やっぱり人間って食べれることが一番の楽しみであり幸せなんやろなっていうのにもう気づいちゃったから、そこはすごい大事にしています。はい。大体こんな感じですね。はい、私がこれでナイトさんがこれです。いっぱい食べる。いっぱい食べるんです。はい。いただきます。あ、やっぱりちょっと細い。あれや。こっちが太るから。朝の小豆がこんな感じになって、いい感じ。もうこのままちょっと置いといて、後で最後にでも炊きます。ここはもうね、まだ実際にあってから作ったし。湿気がそう出るんですね。共同体が強くて、ちょっと薄くなって悲しく感じてます。はい、降りて。はい、降りて。またあっちご飯。
これはフェンネル、これがすごいいい香りがしてて、この香りがすごい好きで。これはランチの用意をしてます。リサイ焼きとサンドイッチ、それにスープとあと小鉢が少しついて定食のような感じになってます。大阪の時はもうパンを作るだけで、そういうことはやってなかったんですけど、こちらに来てから、そのきっかけっていうのはやっぱりこの建物がすごい良かったっていうのがあって、実際パンを買ってパッと買えるよりも少しでもお客さんにゆったりとこの空間を味わってもらいたいなと思って、そういった理由で始めましたね。海原に餅で飲む角餅で終わりました。毎朝と夜も寝る前もやります。邪気とか体の悪いものをこれを読むことによってスッと抜いてもらえる気がするっていう、神様にありがとうっていう思いですかね。前は食パンにしてたんですよ。だけど全然売れなくって石臼引きにしたら売れ出したんですよ。やっぱり言葉ってすごい意味があるのかなと思って。感じ。これなんですけど、桜の塩漬けを上にのせてて、中の生地も桜の塩漬けが入っていて、中の桜あんは兵庫県の白大豆のあんこなんですけど、あんまり一般的にこの白大豆が出回ってなくって、それを買わしてもらって主人が炊いてみたらめっちゃ美味しかって、そして私はあんこがすごく苦手なんだけど、この桜あんだけはもう毎日のように食べる。
この石臼引きを決めた時に全部漢字でやりたいって思ったんですよね。まあこのパンは自分たちの中で配合とかが奇跡やなと思ったから奇跡ってつけたんですけど、まあ旧漢字を調べたらこの字やって、この字やなと思ったからつけたとか、まあこんな感じで。全部手書きですよね。手書きで、はい。水墨画の先生と出会って気持ちは入れてゆるく書いてはるんですよ。なんかそういうのいいなと思って。あ、これがね乗って落ちなかったらそれまでひたすら混ぜる。リサイ焼き、朝作ったホワイトソースが下に。4個か5個か。あ、小麦も一つとで。ずっと3人がカメラを持って撮ってくれる。ランチもやっています。はい。裏ぐるっと回ってもらって、はい。私ちっちゃい時のパン屋さんで。3分ほど待っていただいたら用意できます。それもこちらもはい、ありがとうございます。石臼引き1枚お願いします。丹波グルメなんとかっていうワードで検索したんですね。唯一無二っていうようなワードでこう紹介されてたんで、それを見て今日は
やってきました。石臼引きお1枚っていうのが、ちかちゃんの背中に書いてる1枚200円ってやつがこれなんですよ。なかなかこのココナッツオイルってそれなりにお値段もするからなかなか買わないじゃないですか。でも食べてみたらすごい美味しいよっていうのが分かったら買ってもらえるやろなと思って、この石臼引きのこのココナッツオイルをいっぱい塗ったやつを食べてもらう。でそれでお客さんが食パン買ってココナッツオイル塗って焼いて食べてもらったら嬉しいなと思って、こんな感じです。お待たせしました。ありがとうございます。よろしいですか。なんか出した出せない熱くて。じゃあ食べながら帰ります。ぜひ熱々を、いただきます。どうもありがとう。また来ます。これは亮さんのところの大切に育った平飼い卵です。餌からもうすごいこだわってて、もう大事に育てて、食べたらもうなんて体に優しくスーッと入るっていう。それを僕は食べたくて仕方ないけど、今はちょっと我慢して。大体僕あんこが好きやから、自分であんこ炊くようになったぐらい。めっちゃそれは僕のうちあれ兵庫県丹波市の市島町から来てます。卵とあとうちで採れた野菜、もち米とかもおろさせていただいてます。ナリトパンさんは訪れるだけの価値があるレストランだと思ってて、食べた時に量はそこまで多くないはずなんですけど、満たされる食事を提供してくださるお店だと思っているので、近くに来た時は寄らせていただいています。ありがとうございました。私はナリトパンさんの食材が好きでパンも買わせていただいたりしてるんですけど、この情報が溢れてる世の中で本物っていうのを自分で見つけるのって本当難しいと思うんですね。でその中でナリトパンさんは自然栽培やってる私から見ても本物だと強く感じてるので、襖とかももちろん使われてパンを作られてるんですけど、臭さを感じない。これはナリトさんが研究された結果だと思うんですけど、これは本当にすごいです。他の全粒粉のパンとかと比べていただくと違いがとても分かるので、ぜひお召し上がりいただけたらなと思います。はい、ナリトパンさんは本物だと思いますので、ぜひ遊びに来てください。パン美味しい？美味しい。美味しい？お父さんフォークとナイフくれる？
いっちゃんはなほんまにいろんな地元の食材も野菜も使ってくれてはるから、それが一番いいかな。スープが美味しい。スープが美味しい。ものすごく美味しい。最高です。めっちゃいいです。すごく美味しいです。ね。ジビエみたいで味がするのかなと思ったら全然しなくて、で噛み応えもしっかりしててすごく美味しかったです。下のトーストもすごいサクサクしてて、でクリームもちょっと滑らかで甘みがあったので初めて味わった食感でしたね。見た目も楽しんで味も初めてで大満足です。いつもね食パンのようなね薄いこちら硬そうに見えてサクッとした感じなんだけれどとろっとさっとなんか溶けちゃう感じ。でもここのパンは確かに味がちゃうわ、ちょっと硬かったらもう耳はね残しまやったけどここのやつはみんな食べれるからな本当にどこに行ってもないパンですね。パンも好きです。だからそうです。食パンをね薄く切っていただいてお家でオリーブオイルつけて食べます。全粒粉だから体にいいんですよ。噛めば味があるんですよね。いやもうとってもね濃厚で美味しいんです。非常に体の調子がね良くない時はやっぱりねいいもの食べたいっていう感じがしますからね。はい、また来てください。ありがとうございます。ありがとうございます。また来てください。ありがとうございます。自分のパンはすごい幸せそうに。大好きやね自分のパンが自分が作ったパンが一番好きやね。工房は何工房？これはレーズンの工房です。今作ってるのは。今ちょっと試行してるのが麦を発酵させて液種で工房を作ってみようかなと思って。でそれがうまくいけばこのレーズンの薬も国産の麦だけでいけるなと思って。やっぱり輸入物ってどうしても入りにくくなったり今してて。でそうなった時にやっぱりこのレーズンっていうのはすごい使いやすくていいねんけど何でも使えるようになっといた方がいいなと思って麦を使って発酵させて自分の気に入った味にできたらいいなと思って今から石臼挽きをミキサーで回していきます。これは、有機砂糖ブラジル産の有機砂糖これがふすまですね。
混ぜる。ここでよく混ぜといてやるとココナッツオイルが塊にきれいに生地に混ざっていくから。これが石臼でひいた粉ですね。これがふすまも混ざってるんですけど、こちらは先ほどのとは違う。あれをブレンダーで潰したやつがこれです。ちょこっとパンの膨らまそうと思ったらある程度グルテンっていうのを強く作っておいてあげないと伸びないから、最後にふすまとかあの辺をきれいに混ぜてやるっていう風な感じ。ふすまは、グルテンは入っていなくて、だからそれをどうしても邪魔してしまうから、邪魔ではないんやろうけどそういう性質やから。すごいいい感じ。なんかね、これいいでしょう。これ僕、好きなんですよ。これが揚げた時にいつもこれをこういう風にするんですけど、よく言われるのはなんでそうなんのとかってなんでそんなことをすんのとかも言われたりするんですけど、まあ好きで勝手にやってるだけっていうか、なんかこれが気持ちええやんってなんか気持ちええなって思うから。こちら来てから、最初の頃に始めた。そう作り始めてはいたけど、全然失敗ばっかりやって、もともと全粒粉っていうのがなかなか膨らみにくいっていうパンであって、だから卵とかバターとか、でそういった乳製品を使ってパンを作ってたんですけど、でも僕が卵アレルギーになったっていうのと、奥さんの方が乳製品のアレルギーがひどくなって、でもそれでもうちょっとやめようかっていうことになって。4年半ぐらいまでずっと乳製品卵を入れた石臼びきを作り続けてて、そして乳製品卵なしを変えたのがちょうど去年の6月にできたんです。大納言。ありがとうございます。またよろしくお願いします。
大阪でパンを作ってる時は天然酵母と国産小麦っていうのでパンを作ってまして、もう最初の3年は本当にお客さんが来なくて、もうその時代って言ったらほとんど天然酵母っていうのが硬いカチカチのパンだったんですよね、そして主人が作ったのは柔らかい天然酵母のパンだったんですね。そしたら買いに来たお客さんが「こんなん天然酵母ちゃう」って言われて、結構風当たりがきつかったんですけど、天然酵母でももう触った感じとかもどっちかって言ったらこっちの方がふわっとしてるやんっていう、でそうなってくると何が天然酵母なんていろいろ言われながら3年間過ごしたんですけど、で3年ぐらい経った時に取材を受けてそこで載せてもらったら、そっからですね、ほんまに天然酵母やったんやっていうことで、取材された後っていうのはもうやっぱすごかったですか？もうすごかったですね。もう右肩上がりで、でもほんまによくよく考えると2人でやりだした時はもう異常になってたのかなって。ほんまに寝る時間もね、いっぱい作っていっぱい売って、心は満たされずなんかクタクタで忙しかったね、もう子育ても結構ちっちゃいかったからね、下の子はまだ幼稚園とか、そうお店終わったら近くの百貨店に食べるものを買いに行って、そうなんで結局外食になって普通にもコンビニ行って食べてたし、タバコも吸ってた、お金は入るけどなんか違うなっていうのにもう気づいちゃったから、もうこっち来てからはもう自分たちのやりたいことをやろうって決めてこっちに来たっていう。普段あるものじゃないものを主人は作るので、理解してもらうのが時間がいつもかかるね。前は3年かかって、今回は多分5年はかかってでもまあそれが主人の作るものなんやろうなと思って、もうすごく私は好きなものなので応援してるし大事に思っています。体に物を、っていうのは意識してるかな。それよりもやっぱり自分たちが食べて美味しいっていうのが一番のあれであって、美味しいものばっかりを揃えていくとこうなったっていうのが、健康かどうかっていうのは人それぞれやと思うんですけど、いいものを取り入れるよりも悪いものを排除する方が健康にはなりやすいっていうふうに思ってるから、食べた人の血になり骨になり肉になるっていうことを意識しながら作ってると、やっぱり良くないものっていうのは使いたくないなっていうことで、こういういいものだけを取り揃えて作っていくっていうことを心がけてるだけで、これを食べたら病気にならないとか健康になるとかそういう考えではやってないですね。そういうことって都会では全然思わなかったけど、自然がそうさせてくれるのか、食べることがやっぱり幸せに思っている、そういう気持ちにさせてくれたのもこの土地だし、本当にちょっとの些細なことをすごく幸せに感じる、喜びに感じることがこの年になってやっとできるようになったのは嬉しいことやね。そういう癒しの場所であったらいいんかなと思う、ゆっくりして、もう本当にみんな世話しない時間を過ごしてる方も多いじゃないですか、特に都会は。でもやっぱり時間ってゆっくり過ごすのもすごく大事やなと思っていて、そういう場所に提供できたらここは生かされるんちゃうかなと思っています。ゆっくりしてもらえるっていう場所でありたいなと思います。お客様にもっと知ってもらいたい。はい、知ってもらいたいです。やっぱり主人のパンを食べてもらいたい、それはあります。やっぱり美味しいと思ってもらえるだけでいいです。美味しいことが多分幸せやと思うんで、心から食べた時に美味しいっていう言葉があればそれでいいっていうか、そこも人それぞれ違うと思うけど、やっぱりそこには絶対感謝があると思うんで、そういう未来の方が絶対いいなと思います。いい未来になる。
塩パンめっちゃ美味しいよね。変わったトッピングの組み合わせがすごい好きです。延べで言うたら100種類ぐらいはあると思います。うまい。サンドイッチ用のパンでフォカッチャを作ります。私のことはみんなマチャって言います。抹茶さん。はい、みんなそれ以外は誰もない。何も呼ばない。これからサンドイッチの具材を作っていきます。自分たちで魚を仕入れてきて処理してもう加熱しとくっていう感じですね。海のからむきだけは84の母が火曜日に来て剥いてくれます。処理からされるんですか？そうですね。うちだからパン屋やのに魚屋みたいやったり肉屋やったりしてこれは、ウーロン茶のウーロン茶のパンです。
の一番人気のサンドイッチです。エビマヨサンドになります。自家製のエビマヨ。そうです。はい。既製品は全部ないです。全部作ってます。ソース。ソースの数がもう冷蔵庫パンパンでいろんなソースが全部分けて入ってる。ショコララズベリー、お菓子パン。もう人気あるかな。豚しゃぶ肉、バルサミコ炒め。アサリとセミドライトマトのガーリック風味。これに韓国海苔が入ります。おつまみおかず。うぐいす豆です。マスカルポーネと蜂蜜の生地に豆のパンですね。これは鶏天とオニオンのサンドで、オニオンが美味しいんです。ちょっとゆかりのしそが入ってて、味噌トマトソースっていうのに食べていただく。いつものでお願いします。これが私の一日の栄養源です。水だけはもう常に飲んでます。
ですか。湯種って言ってすごくもちもちになる種なんです。湯種っていうのが小麦粉を高温で練っただけのものなんですけど、それが入ることによってすごくもちもち。焼いた当日は生で食べていただいて、次の日はもう分厚くトーストして食べていただいたら、昭和の一番のファンなので食パン大好き。大好きです。めちゃめちゃ美味しいです。うちのパンが美味しくてって言ってくださってお手伝いに来てくださる。もうすごくいい方で本当にもうこの方たちがいないと。美味しくできました。お餅みたいな。マカダミアナスの生地にアーモンドダマンドっていうカリッとする
グツグツ言ってますロンちゃんのシュガーバターを買っちゃう、今週の一押し商品バケットです。食パンは北の香りっていう粉一択なんですけど、フカフカッチャとかは夢力とかいうものとか、ソティールっていうパスタの麺だとか、あと全粒粉とかをこう配合したりとか、で塩パンとかは2種類の粉をこの食感がいいなっていうので配合してます全部。はい。サンドイッチできました。これが全部サンドイッチのパンになって、今から鳥さんが切ってサンドイッチにしていきます。うちは必ず試食するんです。今日のあれがどうかなとかこうかなとか言いながら挟んだバランスとかもあるし、どうぞ試食してください。いいと思います。ありがとうございます。いかがですか？それで毎日味を確かめて。そうです。一人で食べててもね、分からへんから。ちょっと違うなーっていう日もあるんですか？ありますあります。すると、ね、出せないから。今日のは
美味しかった業者さんとかが来はった時に何か作ってたらもう食べてもらいます。いきなり来て食べて「何ですかこれ美味しい」って言われたら絶対美味しいんですよ。でもいきなり来た人が食べて「美味しいです」って言ったら多分美味しくないですよ。なんで誰にでも食べてもらいますとにかく作ってる時は。知ってる人ばっかりに食べてもらってもみんな絶対美味しいって言うから信用ならへん失礼でなんか子供さんとかにはこのサイズがちょうどいいそうです。スーパーのパンと比べるのもあれですけど、スーパーのパンで売ってるものをうちに来てわざわざ500円出して買っていただくわけですから、とりあえずちっちゃいのを食べていただいて気に入っていただけたら大きい方を買っていただける。うちのロゴを食パンに焼き印するので、店主抹茶の横の写真が私と弟の幼少期なんですけど、その写真を元にロゴを作ってもらったっていう、これが私でこれが弟なんですよ。私は現場で、弟は後ろで店を全部支えてくれてる。それを思いがあって、家族とか仲間がやっぱり何よりも大事っていう、サブロゴっていうのがいっぱいあるんですけど、こういうですけど、はい、このロゴは私と私の娘、私の息子をこういう写真から考えてくれて。間違う。なのでこれはバルサミコ酢とマヨ
ネーズを混ぜたソースです。ちょっと酸っぱいというか。そうですね、酸味が、はい、さっぱりと。贅沢かもしれないっていうサンドイッチをランチで食べてもらいたいっていう大変なお母さんや、ね、小さいお子さんがいてもなかなか簡単なものしかね食べれないので、些細なことですけど、わあこんなん食べれたって思ってもらえるようなものがお出しできたらなっていうふうにはちょっと思ってて、自分にご褒美じゃないですけどね、世のお母様方に一人の時間ほっとしていただける時間がご提供できたらなっていう。ちょっと手が空いた時に計量しといてっていう感じになります。ブレンドして何種類なんですか？4種類。4種類ブレンド。4種類ブレンドのパンがですね。フォカッチャがそうです。1種類なんは食パンだけです。あとはもう2種類以上は混ぜてますね。1個食べたらうわもう1個なんか食べたいなって思うものを作りたいっていうのがずっとあって、シンプルないかに美味しくするかっていうのをずっと考えてて、でこの形になったんですけど、
日本のものと洋のものを合わせたいっていうのもずっとあって、でうちのサンドイッチ卵サンドには福神漬けが入ってるんですけど、なんかお漬物とか福神漬けってやっぱり日本の、まあ、文化といいますか、すごく美味しく食べれるサンドだなって自分で思ってるので、ぜひうちの卵サンドを食べてうまって笑っていただける、ぜひプラスワンで一度卵サンド食べていただけたらなっていう思いがすごく強い。アルグレン松さんすいません、はい、サンドイッチははい全部で何種類ぐらい、 15種類から20種類ぐらい、延べで言うたら100種類ぐらいはあると思います。ご飯食べてたりとか外食した時に、まあ、このお魚美味しいって思ったら、あ、これなんかにできんのんちゃうってもすぐ思ってしまうんですよ。お家ではなかなかできないようなフレンチ、イタリアにちょっと寄ったサンドイッチにしようっていうふうにいつも思ってますかね。はい。5分くらい。うん。香りますか？香る。お茶いいよな日本人やしっていう発想から、あ、ウーロン茶で練ってみよう。そんな感じです。あんまり大したことないんですけど。私ご飯に合うものは何でも合うと思ってる、パンにも絶対合うと思ってるので、なんか自分が家でご飯してて、うわこれうまいやん、これパンにしようとか、そんな発想です。うん、いいと思う。すいません。香りますか？ご飯代わりにして食べてもらうパンを平日はちょっと増やしていこうかなっていう。これが玄米茶のバケット、お茶漬けバケットっていうんですか、バケット。こっちがアールグレイのバケット。うちのメイン食パン、一度食パンを買っていただきたい。うん、いい香りだ。
焼き上がった常々ちょっとお客さんにお知らせするっていうか。まっすぐ。すいません、いつもありがとうございます。ちっちゃい食パンも美味しいです。はい。それと練乳バゲット、ちっちゃい方も美味しいです。はい。スコーンとこれは多分フレンチトーストだと思います。最近宅のパンとか多いんですか？あ、はい、よく見ます。なんで楽しいです。はい商品っていうのってなんかそういうストーリーがあってこそ来ていただけるんじゃないかなっていうのがあって、アッシェガノっていうまず名前なんですけど、マサイ族がなぜかすごく子供の頃から好きで、なんかこう伝統もあればパソコンとかを使いこなすすごくいい民族だなと思ってて、スワヒリ語でアッシェオレっていうのがありがとうとか感謝っていう意味で、で後ろのガの N から後ろが小麦っていう意味なんですけど、支えてくださった方のおかげでやっぱり今お仕事させていただいてる、パンを作らせていただいてるっていうのがあるので、その中でも家族っていうのってやっぱり一番身近な個体といいますか、ありがとうという意味の間に A の後の SS が息子娘私の弟の干支の頭文字を入れて、割と家族にありがとうという意味で、小麦っていうのは小麦粉があったから生きてこれたと、仕事があったということで、小麦粉にも感謝という意味で、全てここができたのは感謝しかないっていう意味でアッシェガノっていう名前になってます。オリジナルの言葉？そうです、そうです、造語です。はい。なので、はい。で自分の歴史じゃないけど、こういう家族でここでやらせてもらってますっていうのを写真でも見ていただけるように、ここにアッシェのストーリーっていうのを貼らせていただいたって感じです。はい。すいません。おっしゃってた相棒の方です。はい、マミです。私がパン担当、マミちゃんが料理食材担当っていうような形で、2人でメニュー開発みたいな感じでやってます。はい。今日も今からスープを仕込んでいってくれます。ランチの。はい。人参のポタージュスープになります。金時人参、今の旬なので使っていきます。全国900店舗を突破、大吉スイーツ。これ美味しいんですよ、とっても。食パンがおすすめです。柔らかいですよね。そうですね、結構柔らかいです。だからそのままちぎって食べれるんじゃないですかね。すいません、ありがとうございます。す
ありがとうございます。完成予報に進めましょう。自転先ほど来られてた業者さんでいらっしゃいはいますか？そうです。結構来るたびにランチは違うので楽しみにしてる感じですね。全部美味しいしね。一番好きなのはこれですね。チーズと牛皮、もちもちの食感とソーセージのこれパリッとしたやつと相性がめちゃくちゃいい。妻がミルクフランスめちゃくちゃ好きで、結構売り切れてること多くて、あると必ず買っていくっていう。もうあとちょっと出てるし。お願いします。うまくない？なんか普通のレストランでもない組み合わせというか、パンも当然美味しいし、メインのお皿も美味しいっていう、どっちもうまいんですよ。相乗効果というか、パンにも合うし、それだけでもうまい。これシュークリーム割と最近なんですけどめっちゃうまいです。おすすめです。いやもう意外と付き合い長くて、別のパン屋さんにいらっしゃってて、その時からかれこれ5年ぐらいで、オープンの時も当然よく知ってた方なので、ラザニア初めてでしたけど、めちゃくちゃうまい。ラザニアで使ってもらってる粉もうちから買っていただいてるやつなんで最高でした。なんかいつ来ても結構新しいメニューがあって飽きのこないというか、定番のものもあれば来たら新しいものが出てるっていう面白さみたいなのがありますね。引き続き美味しいパンを作ってもらえると僕も嬉しいです。はい、ありがとうございます。とんかつの衣付けやります。
思ってるよりも塩パンめっちゃ美味しいよね。お食事系と甘いのとこれがめっちゃ美味しい。前も食べて美味しかったから、変わったトッピングの組み合わせがすごい好きです。ありがとうございました。子供が中学生かな行く時に、サラリーマンだったんですけど、ちょっと夜遅かったので、夜遅い仕事はあかんよっていうふうに母から言われて、朝行って夕方帰れる仕事やったら、子供もうちょっと見てくれる、いろんな知り合いからパンやったら夕方帰れるんじゃないっていうことで、ちょうど大部屋さんが募集されたのがあったので、給料もらいながらしっかりパンを覚えられるんやったらいいかなと思って始めた。ほんなら面白くてハマってしまったっていうものを作るのが向いてんのかなって思ったんですね。その年から作ってなんか美味しいよとか喜んでいただけるお客様を身近に直に評価をいただけるっていう点ではすごく刺激的な仕事なのかなっていうふうに思います。子供もなんか特化したいと言いますか、上の子は音楽やったりとか、下の子も芸大で舞台をやってたので、自分の趣味をなんか突き詰めてやってる姿を見ると、なんか逆に私も羨ましくなったりとか、親子というよりもチームでやってきたので、取り残されたらあかんっていうこういう気持ち、私が何もなかったら絶対空虚な人生になるなと思って、私もそういう趣味でのめり込めるものがないとダメなんやなっていうふうに、子供から教えてもらったといいますか、これが私の生きがいといいますか、なんか楽しみでもあり苦しみでもあり人生そのものかなと思ってます。お願いします。
食パンも一つお願いします。ありがとうございます。パン屋なんですけれども、たかがパン屋、されどパン屋と思ってますので、やっぱりパン屋だけれどもこんなに美味しいお料理もできるんだよっていうことで、パンとお料理の融合したお店になればなっていうふうに思ってます。大きくなっていって、もっと今よりもたくさんのお客様に来ていただけたら十分でございます。